どうも、こんにちは、原亀です。よろしくお願いします。今日はですね、久しぶりに JRA の方の撮影のデータを上げようと思います。なかなかですね、ちょっとナーバスな時期が続きましたんで、やっと、SNS も解禁になりまして、まあ、先週からですね、解禁になってましたが、毎日王冠の週からですね、OK ということで、了解をいただいております。基本的にはですね、私のチャンネルは、写真のチャンネルですので、まあ、競馬の、どうのこうのっていうのはありませんので、特にですね、馬券に関する話もなければ、馬にもそんなに、精通しているわけでもありませんので、一致しがないカメラマンとしてやらせていただいておりますので、その辺はご了承ください。それで、今回はですね、そうですね。まあ、いくつか話があるんですが、意外とですね、ちょっとびっくりした、クオリティのレンズがありまして、ですね、ニコンのですね、2875、こちらになります。このレンズですね、S ラインでも何でもなくてですね、まあそんなに、高い高級志向のラインでもありませんが、写りがかなり、よろしいです。これちょっとですね、このズームレンズは、かなり今までのズームレンズと一線を画すんじゃないかなと、個人的には思っております。2470のニッパチのレンズもですね、かなりクオリティが高いレンズですが、さすがにですね、お値段がかなりお高いんですよね。ちょっと今ホームページを見てますが、だいたい定価ベースで31万円ですよね。で、今回私が、使ったレンズですね。そちらの方が、28、35。あ、ごめんなさい。28、75。F2.8 ですね。これが定価ベースで、12万6500円。まあ、これオープン価格とかになっていたらごめんなさい。ちょっと今、ニコンのホームページで見る限りでは、12万6500円という、まあ、なかなかリーズナブルなお値段のレンズとなっております。まあ、なかなかニコンさんさすがだなと思ってマーケティング、ね、今、カメラマンに厳しい時代ですから、あんまり高いレンズをね、購入できる余裕のあるカメラマンってそうそういませんから、まあそこそこの中間層の値段でクオリティが抜群というレンズを持ってきたと思います。ただ S ラインではありませんので、その辺はちょっとご容赦いただいて、ただですね、今までの、ショートズームと言われるレンズの中では結構ピカイチなんじゃないかなと思います。それと、まあ、継続してですね、ポリシーとなっておりますが、超望遠レンズの明るいレンズを使わずになんとかやりくりするということで、例によって100、400ですね。そのレンズと、70、200のレンズ3本を使って、今回も、撮影をやってまいりました。まあ、ちょっとですね、後半でその話をします。写真を、やっと上げれますので、それなりに、見ていただけるんじゃないかなと思っております。やっとですね、秋らしくなってきまして、デブにも優しい季節がやってまいりました。やっぱり秋冬がですね、好きな季節なので、嬉しいなって感じなんですが、ちょっとですね、今日ですね、眼科に行ってきまして、最近ですね、まあ、今49なんですけど、年のせいか、飛蚊症が結構ありまして、写真撮っててもですね、目の前にゴミくずみたいなのが結構映っちゃったりして見づらいなっていうのがあるんですよね。それで、眼科に行ってきて目を調べるために、瞳孔を開く目薬を打っていただいて、今ちょっと、なんですかね、光量の調整がうまくいかなくて眩しいです。ちょっとですね、目がよく見えない状態でやっております。まあ、結論から言うと、
検査していただいたんですけど、加齢によるものであって、特段何か特別に病気になってるとかそういう話じゃないらしいんですが、やっぱり年齢とともに非分症も、だんだん強くなってきちゃったりすることがあると思います。気をつけないとね、白内障とか緑内障とか、大変な病気になる可能性があるので、ちょっと非分症もひどいなと思った時にはすぐ、眼科医に行っていただいて、検査をされることをお勧めします。はい。食べ物とかね、そういうものも40過ぎぐらいからだいたい気をつけないとですね、体の調子が悪くなってきちゃうことが多いと思いますね。だいたい短命と言われる方は、ちょっと食べ物にあんまり執着しないというか、気にしないまんま、食べてる人が多いような気がします。その辺は、専門野外なのであまり多くは語れませんけれども、とにかくですね、健康に気をつけて、で、特に目はね、使いますんで、目の健康も、やはり、気を使って、カメラとレンズも気を使ってやっていけたらなと思っております。今回はですね、阪神競馬場に行ってきたんですが、その途中の、雑感と言いますか、お金がないのでですね、とりあえず、新幹線往復取るの結構、もう今、JR 東海ツアーズですか。そこでいつも、窓口で前の日、前日までに取っていれば、チケット取ればですね、結構お安く行けたんですけど、いつも行っていた新横浜の JR 東海ツアーズの窓口が、閉鎖されてなくなっておりまして、気がつけば、ネットのみ、今ですね、品川と東京の JR 東海ツアーズは、予約制と。で、予約をするのに、ネットを開くと予約が取れないと。そういうで、20区、30区みたいになっちゃってまして、ネットで購入すればそこそこ早めに、購入すれば買えるんですけど、ちょっと気がつくのが遅くてですね、いつも間抜けなんですけど、1週間ぐらい前に、見たらもうギリギリでしてアウトでしたね。だいたい1週間ちょっと前か1週間ぐらい前には予約しないと、チケット購入できないということで、定価で買うとだいたい往復で3万弱になりますんで、そう考えるとですね、ちょっとやっぱり予算オーバーかなと思いまして、今回行きは夜行バスで行ってきました。夜行バスもね、結構女性の方がたくさん乗ってて、驚いたんですけど、いろいろね、昔とだいぶ雰囲気が違ってまして、バスもかなりリクライニングができるようないい、シートになってるんですけれども、それでもやっぱりですね、僕は体がでかいので、かなり窮屈でしたね。はい。で、新幹線で、帰りは帰ってきました。新幹線快適だなと思いましたね。時間も早いですしね。ただ料金がね、バスだと3分の1から2分の1ぐらいで行けますんで、そう考えると、コストを考えるとですね、どうするかなっていうところで悩むところではあります。梅田の順に停車いたします。車内で快適にお過ごしいただくためのご案内をいたします。